2025年6月17日、人類が夢に一歩近づく歴史的な瞬間が北海道の大樹町で起こりました。この日、ホンダが達成した偉業は日本の宇宙産業にとって大きな転換点となる可能性があります。なぜ、これまで手掛けてきた自動車や航空機に加えて突然ロケット開発に挑戦したのでしょうか。今回の動画では、ホンダの革新的な再使用型ロケット技術の全貌と、その背景にある技術的挑戦、そして今後どのように開発が進むのか、詳しく解説します。次世代の宇宙開発競争におけるホンダの立ち位置を把握した上で、宇宙関連産業の日本企業もご紹介しますね。当チャンネルでは、このような最新の技術や注目企業をわかりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、人類の夢に歩みを進めるホンダのロケット開発を詳しく見ていきましょう。ホンダのロケット開発は、若手技術者の純粋な夢から始まりました。きっかけは、様々な製品開発を通じて培った燃焼技術や制御技術などのコア技術を活かしてロケットを作りたいという若手の発案です。この発案の背景には、ホンダが長年にわたって蓄積してきた技術的な強みがありました。燃焼技術においては、二輪車や四輪車のエンジン開発で培った高効率燃焼システムの知見があります。制御技術では、ASIMOに代表されるヒューマノイドロボット開発や、自動車の自動運転技術で得られた精密制御のノウハウが蓄積されていました。しかし、なぜホンダは宇宙という全く新しい領域への挑戦を決めたのでしょうか。ホンダの三部俊宏社長は、2021年9月30日の発表において、宇宙領域をコア技術を生かした夢と可能性への新たなチャレンジの場と位置づけました。この表現には、ホンダの企業哲学である人々の時間や空間に新たな価値を提供するという理念が色濃く反映されています。従来のモビリティ領域である陸、海、空を拡張し、宇宙という新たなフィールドに挑戦することで、人類の活動領域の拡大に貢献したいという思いがありました。この取り組みは、ただの技術的チャレンジではなく、社会課題の解決を目指しているのです。現在、気象観測や広域通信などの用途で人工衛星の需要が年々高まっているものの、打ち上げのためのロケットが不足しているのが実情です。この課題に対して、ホンダは再使用型ロケットの開発により、コスト面での優位性を追求し、より多くの人々が宇宙の恩恵を受けられる社会の実現を目指しています。また、宇宙産業は将来的に自動車産業を超える成長が見込まれており、ホンダは早期参入により競争優位性を確保したい可能性があります。世界の宇宙産業市場規模は300兆円を超えると予測されており、これは現在の自動車産業の約2倍に相当します。このような背景から2019年頃に開発が始まったのです。そして、2025年6月17日16時15分、北海道広尾郡大樹町のホンダ専用実験設備において、歴史的な瞬間が訪れました。ホンダが自社開発した再使用型ロケットが、日本の民間企業として初めて垂直離着陸実験に成功したのです。このロケットはどのような特徴を持っているのでしょうか。ホンダの実験機は全長 6.3 メートル、直径85センチメートルというロケットとしてはコンパクトなサイズです。大型ロケットと比較して格段に小さく、小型人工衛星の打ち上げに特化した設計となっています。推進剤には液化メタンと液体酸素の組み合わせを採用しており、これは非常に先進的な選択です。従来のロケットで多く使われてきたケロシン系燃料と比較して、液化メタンはすすが出にくく、エンジンの再使用に適しているという特徴があります。また、液体酸素との温度差が小さいため、設備の共通化が可能で、
コスト削減にも寄与します。今回の実験では、ロケットは高度 271.4 メートルまで上昇し、56.6 秒間の飛行を行った後、目標地点からわずか37センチメートルの誤差で垂直着陸に成功しました。この着陸精度は世界的に見ても驚異的です。アメリカの航空宇宙メーカーであるスペース X 社のロケットファルコン9の着陸精度は、着陸パッド中央からプラスマイナス10メートル程度です。ロケットのサイズが異なるなど、諸条件がホンダに有利であるものの、目標地点からわずか37センチメートルの誤差という結果からは、ホンダの技術力の高さが伺えます。ホンダが短期間で高精度な着陸技術を実現できた理由はどこにあるのでしょうか。その秘密は、ホンダが長年培ってきた自動車の制御技術にあります。現代のロケットエンジンには、ターボポンプという極めて重要な装置が使用されています。ターボポンプは、液体酸素と液体燃料を高圧で燃焼室に供給する役割を担っており、その回転数は毎分数万回転に達します。ホンダは自動車エンジン開発で培った燃焼技術と制御技術を応用し、独自の推進システムを開発しました。特に注目すべきは、ホンダが自動運転技術で蓄積したセンサー技術と制御アルゴリズムをロケットの姿勢制御に応用している点です。自動車の自動運転では、カメラ、レーザー距離測定技術のライダー、レーダーなどの複数センサーからの情報を瞬時に処理し、最適な制御を行っています。この技術をロケットの着陸制御に転用することで、従来にない高精度な着陸を実現しているのです。エンジンの燃焼技術においても、二輪車や四輪車で培った内燃機関の知見が活かされており、効率的な燃焼を実現しています。推力 6.5kN のロケットエンジン2機の精密な制御により、垂直離着陸を実現しました。この垂直離着陸型という方式は、機体全体の再使用を前提としていることを意味します。従来のロケットは使い捨てか、一部のパーツのみを再利用していましたが、ホンダはロケット全体の再利用を目指しているのです。ホンダは2029年までに純軌道到達能力の実現を技術開発目標として掲げています。純軌道到達とは、高度 100km 以上の宇宙空間への到達を意味し、今回の実験で到達した高度271メートルの約370倍という飛躍的な性能向上が必要です。ロケット設計や飛行プロファイルによりますが、一般的に宇宙空間と呼ばれる高度 100km に到達するためには、垂直打ち上げの場合、時速約 6100km 程度の速度が必要とされます。これは、現在の実験での到達速度を大幅に上回る性能が求められることを意味します。ホンダは現在、ステップ1として大気下での飛行技術の実証を行い、ステップ2で宇宙環境での信頼、耐久性技術を実証する計画を進めています。2029年の純軌道到達能力の実現は、十分な開発期間を考慮した慎重な設定と考えられます。しかし、純軌道到達には、推進システム、構造設計、熱防護、制御システムなど複数の技術分野での同時進歩が必要であり、各技術の統合と最適化が重要な課題となります。例えば、実際に純軌道に到達するためには、現在の実験機の少なくとも10倍以上の推力が必要と推定されています。液化メタンと液体酸素の組み合わせは再使用性に優れているものの、より高い水力密度と効率的な燃焼システムの開発が不可欠です。また、高度 100km からの再突入では、気体表面温度が500度以上に達するため、耐熱材料の開発と冷却システムの確立が重要課題となります。他にも様々な課題がありますが、これらの技術開発は相互に関連しているため、一つの技術的ブレイクスルーが他の分野にも影響を与える可能性があります。このように、ホンダが2029年までに純軌道到達を実現するためには、現在の実験レベルから
大幅な技術的飛躍が必要となります。自動車開発で培った制御技術や量産技術を活用することで、従来の宇宙産業とは異なるアプローチでの技術開発が期待されています。この成長市場において、ホンダが競争優位性を確保できれば、日本の宇宙産業の発展に大きく貢献するでしょう。日本の関連企業。最後に、日本でロケット技術の開発を進める代表的な企業を3社ご紹介します。三菱重工業、証券コード7011。三菱重工業は、基幹ロケットの製造から打ち上げまでを一貫して担う大型ロケット事業を行っています。日本の宇宙開発を語る上で、同社の存在は欠かせません。同社は、1971年の NI ロケット開発参加以来、半世紀以上にわたって日本の宇宙開発を牽引してきました。現在、HIIA、HIIB、そして次世代の H3 ロケットを開発、製造しており、日本の宇宙輸送能力の中核を担っています。同社は2001年から2024年まで、HIIA ロケット50機の製造と打ち上げを手掛け、約 98% という高い成功率を実現してきました。ホンダの再利用型ロケットとは異なり、使い捨ての大型ロケットを製造しているため、現在は直接的な競合関係にはありません。しかし、JAXA と共に再利用化の研究を進めており、将来的に競合する可能性もあります。IHI 証券コード7013。IHI は日本の宇宙開発においてロケットエンジンや推進系の分野で重要な役割を果たしています。同社は極低温ポンプ技術や高速回転機械技術を基盤として HIIA ロケットの LE7A エンジン用ターボポンプなどロケットエンジンの心臓部となる重要部品を開発、製造しています。また、固体ロケットブースター SRBA の開発、製造も手掛けており、日本のロケット推進技術の中核企業です。同社は、液体水素や液体酸素といった極低温推進剤を扱う技術に強みを持っています。特に、LNG 推進システムにおいて、世界をリードする技術力を有しています。LNG 推進システムは、従来の液体水素に比べて貯蔵性に優れ、密度も高いため、将来の軌道間輸送機や惑星探査ミッションでの活用が期待されています。また、子会社である IHI エアロスペースは、固体燃料ロケットの分野で豊富な実績を持っており、民間企業スペースワンのカイロスロケットの開発も手掛けています。川崎重工業、証券コード7012。川崎重工業は多角的な事業を展開する総合重工業メーカーであり、宇宙開発においても重要な役割を果たしています。同社の宇宙事業は、ロケット部品の製造だけでなく、国際宇宙ステーション日本実験棟である希望のエアロックや環境制御装置の開発、月周回有人拠点、ゲートウェイの温湿度制御装置の開発など多岐にわたります。また、火星衛星探査計画では、ロボットアームやサンプルリターンカプセルといったサブシステムの開発も手掛けています。その中で、同社が開発したドラムスという超小型衛星は、2023年12月に軌道上での技術実証に成功しています。ドラムスは、宇宙ゴミを捕獲するための技術実証を目的とした衛星で、仮想デブリを自律的に追尾、接近し、捕獲機構を進展することに成功しました。同社は、この技術実証の成果を活かして、スペースデブリ除去を含む軌道上サービスの実現を目指しています。また、小型衛星向けの衛星分離部、シンプル PAF の開発など、小型衛星市場への参入も進めています。同社の小型衛星開発や再使用型ロケット関連の取り組みは、ホンダの宇宙事業と親和性が高く、将来的な技術交流や
協業の可能性が考えられます。両社は、電動二輪車用交換式バッテリーのコンソーシアムを共同で創設するなど、すでに他分野での協力関係があります。この協力関係は宇宙分野にも拡大するかもしれませんね。皆さんは、これらの企業間の協業により、どのような技術革新が生まれると思いますか？日本の宇宙産業は、少し前まで政府主導の国防関連技術としての色彩が強く、民間企業の参入は限定的でした。今回ご紹介した三菱重工業、IHI、川崎重工業も防衛関連株御三家と呼ばれています。現在は QPS 研究所やアストロスケール、インターステラテクノロジズなど多数の企業が宇宙関連産業へ貢献するようになりました。さらに、ホンダのように異業種での技術力を持つメーカーの参入により、異業種間の技術融合が促進され、新たなイノベーションが生まれる可能性もあります。特に、ホンダが自動車開発で培った量産技術やコスト削減手法を宇宙産業に持ち込むことで、従来の高コスト体質を改善できる可能性もあるでしょう。日本の宇宙産業の国際競争力向上にも寄与するとともに、これまで宇宙利用が困難だった中小企業や大学などの参入も促進されることも期待できます。いかがでしたか？今回の動画では、日本の民間企業として初めて垂直離着陸実験に成功した、ホンダの再使用型ロケット技術について詳しく解説しました。皆さんはこの技術にどのような可能性を感じられたでしょうか？小型衛星の打ち上げコスト削減により、より安価で高品質な衛星通信サービスの実現、天気予報の精度向上や自動運転技術の精度向上、ドローン配送サービスの実用化も加速する可能性があります。ホンダは2029年までに純軌道への到達能力の獲得を期日目標として掲げており、その後の事業化も視野に入れています。着実に技術開発を進めており、将来的な実用化への道筋を描いているのです。若手技術者のコア技術を活かしてロケットを作りたいという純粋な夢から始まったこのプロジェクト。わずか4年余りで国内で民間初の再使用型ロケット離着陸実験に成功という歴史的成果を生み出したことは、技術者の情熱と企業の挑戦精神の重要性を示しています。ホンダの挑戦は始まったばかりですが、その一歩一歩が次世代の宇宙開発の重要な礎となっていくことでしょう。これからもホンダの取り組みが日本の技術力を世界に示し、私たちの未来をより豊かなものにしてくれることを期待しています。日本の技術力と創造力がこの無限の可能性を秘めた分野でどのような花を咲かせるのか、今後の展開を見逃せませんね。皆さんの考えやご意見もぜひコメント欄でお聞かせください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。